はい、今回はぬるっと始まりましたけども、私は今ですね、とある格安ビジネスホテルにおります。日本国内でございます。LCC だけで世界一周という旅終わりまして、終わりましてといっても、正直な話、終えてから何ヶ月か経っちゃってるんですけども、初めての経験で、動画作りながら旅するのも初めての経験で、更新が遅くなってしまい申し訳ありません。ただの言い訳なんですけど申し訳ないです。で、それで今回はですね、LCC だけで世界一周の旅を終えて、そのまとめとか、あとは各動画で、コメントをいくつかいただいて、その中でですね、ちょっとピックアップして、この LCC だけで世界一周するということの意味とか、あとはですね、ANA とか JAL が入っている、各アライアンスの世界一周航空券っていうのがあるんですけども、それじゃなくて LCC だけで何の意味があるのとか、むしろ割高になるんじゃないのみたいなコメントをいただいたので、その辺についてを中心にお話ししようと思います。まずですね、LCC だけで世界一周の方を終えまして、合計金額、いつも動画の最後にそれまでに使った金額を載せてると思うんですけども、すべての合計金額が200万円を超えてしまいましたね。ちょっと、おそらく旅慣れた方からしたら、いや、それ使いすぎだよ、お前っていう風に言われてしまう。かなとは思うんですけども。確かに、私個人としてもちょっと、こんなかかったかって思っちゃいましたね。結局、終えてみたら。でもしょうがないですね。で、一番かかったのがホテル代ですね。この辺に、いつも載せてるパワーポイントの表をここに載せると思うんですけど、ホテル代が一番かかりましたね。一番はですね、メキシコのカンクン付近で、結構私のくせにいい宿を何泊かしてしまったっていうのもあるんですよね。ただそれがなくても200万円はいっちゃったっぽいですね。金額を見ると。結構かかっちゃいましたね。あとはアメリカの飲食費とかも結構かかっちゃいましたね。この辺は、ホテルのグレードとか、あと、食べるものによってもっともっと抑えられるとは思うんですけども、各項目の金額をそれぞれ1個ずつ説明すると長くなっちゃうので、もう航空券だけお話したいと思います。航空券、LCC だけを使って航空券が全部で49万3969円でした。その金額で全部で18フライトですね。18フライトを乗りました。で、18フライトで50万円弱ということなので、こんなもんかな、もともとこんなもんかなと思ってたぐらいですかね。ちょっと高くつきましたね、私の想像よりは。ただ想定の範囲内という感じでした。なので、航空券の金額、かかった料金自体は想定の範囲内なんですけど、やっぱホテル代と飲食費がちょっとかかりすぎちゃったかなっていう感じですね。で、次にお話ししたいのが、私が観光地行って、アクティビティとして私の評価、ポイントを毎回発表しています。ちなみにちょっと今まで説明不足だったかなと思うんですけども、有料でお金を払って何かしたっていうものだけ私の服部ポイントというものをつけております。で、なので無料で参加できたものとか、あと例えばインドみたいにたまたまこの日は入場料無料でしたみたいなところはポイントはあえてつけてません。っていうのもそのかかった費用、コスパ面も含めてのポイントをつけているので、無料で参加したり見たりした観光地はポイントをあえてつけない形でやっております。そういう状況で、ポイントをつけていって、最高点は95点でしたね。いろいろお話しするとキリがないので、本当数えきれないぐらいの服部ポイントをつけたので、一番最上位の95点が同率で2つになりました。その2つだけお話しすると、まず1つ目が、ペルー、クスコでのバギーでレインボーマウンテンに行くっていうツアーですね。これが最高点95点の一つです。で、これがめちゃくちゃ良かったんですよね。結構気合い入れて動画を作ったつもりなんですけど、視聴回数は少ないっていう感じになってちょっと残念だったんですけど、レインボーマウンテンはもう絶対行こうと思っていて、で、ただ普通に車でふもとまで行って、そこから徒歩で登山して、レインボーマウンテン行くっていう想定だったんですよ。ツアー会社行ったら、なんとバギーで行くっていうオプションがあるぞっていう。レッドバレーっていうレインボーマウンテンのすぐ近くにある、赤土のレッドバレーっていうとこがあって、そこをバギーでカーって行って、でそこから、
軽く登山、徒歩って感じだったんですけど、バギーがめちゃくちゃ楽しくて、で、楽しかったし、そのバギー乗ってる時のレッドバレーの風景もめちゃくちゃ良かったんですよね。ほんとレインボーマウンテンに負けないぐらいの絶景をバギーで疾走したっていうので、これがめちゃくちゃ良かったんですよね。もちろん車で麓まで行って、そこから徒歩で登山するっていうのが全然安いんですけど、とはいえ、バギーで行っても、いくらだっけ ?1 万円しなかったと思うんですよね。これがね、めちゃくちゃ良かったんですよね。もう一つの最高点95点が、メキシコのプラヤデルカルメンのすぐ沖合にあるコスメル島のシュノーケルツアーですね。ここがもうほんとめちゃくちゃ海が綺麗で、私の人生ではもう見たことないレベル。それぐらいめちゃくちゃ綺麗なとこのシュノーケルツアーで、何箇所かシュノーケルポイント寄るんですけども、最後に寄ったところが、ほんと足がつけてもこのぐらいしか、自分のおへそぐらいまでしか水位がないっていう、そんなほんと天国みたいなところで時間を過ごせて、本当良かったですね。これも皆さんに試してほしいな。これもそんな高くなかったんで、なんとたった5800円でしたね。安いな。はい。ということで、アクティビティは、とりあえずその2つが一番良かったなと思います。かかった料金と、良かったアクティビティについて今お話ししたんですけども、全体としては、でも大変は大変でしたけど、やっぱ楽しかったですね。今後も YouTube でですね、そういった世界一周を含め、いろんなところを行こうと思いますので、ご視聴いただけると嬉しいです。いろんな動画でコメントをいくつかいただいた中で、LCC だけで旅する意味あんのっていう、まず質問、そういった質問があったんですけども、意味はあんまりないです。で、ただ、他のコメントで、LCC でもそれなりに金額するんだから、アライアンスの、スターアライアンスとか、ワンワールドとか、スカイチームの世界一周航空券があるんだから、もうそっちも安いんだから、そっちでいいじゃん。っていうようなコメントもいただいて、おっしゃる通りなんですよね。で、ただですね、先ほどの、LCC だけで旅するって意味あんのっていうのと繋がってくるというか、同じ答えになるかと思うんですけども、そういったアライアンスの世界一周航空券じゃなく、LCC だけで旅するっていうメリットが実は結構あるんですよね。で、まず、かかる費用面なんですけど、アライアンスの航空券って一番安いのだと30数万なんですよ。私が今回 LCC だけで使ったのは49万なんで、確かに安いじゃんっていうとこなんですけど、実はちょっと罠があって、アライアンスの世界一周航空券は、額面だと30数万って出るんですけど、燃油サーチャージと、あと空港使用税は入ってないんですよね、実は。なので、アライアンスの航空券はそれが加算されるので、実は30数万ではほぼほぼ無理です。あと最大の LCC のメリットは、その場その場で買えるってことですね。スターアライアンスとか、ワンワールドとか、スカイチームの世界一周航空券は、もう最初に事前に全てのルートを決めなきゃいけないんですよ。自由度が減りますよね。変更もできるんですけど、変更の手数料がかかるんですよ。変更1回、1便かな ?1 便につき125ドルもかかるらしいんですよね。1万8000円ぐらい1回の変更でかかる。で、あと、プラス16フライトまでなんですよ。LCC だけだったらその場で決められるし、何フライトでも、もちろん自由に乗れるしっていうのがあるので、私の場合はちなみに18フライトだったんですよ。アライアンスの航空券だと16なので、49万かかっちゃったって言いつつ、アライアンスの世界一周航空券で乗れる最大の便数プラス2乗ってるんですよね。なので、その辺も考えると、実はこの私の49万っていうのは、18フライトっていうのを含めれば、なんだかんだアライアンスの世界一周航空券よりもおそらく安く済んだんじゃないですかね。それかトントンぐらいになったんじゃないかなと思います。で、あと、先ほども言ったんですけど、その自由度がもう最大のメリットだと思います。そんな感じですね。で、あと、今回初めて世界一周という旅をしてみて、もう必須だなっていうアプリがあったんですよ。旅慣れてる方は知っとるわって感じかもしれないんですけど、まずは Google マップですね。これはもう基本なんですけど、それ以外にちょっと意外というか意外だったのが WhatsApp ですね。WhatsApp がもうほぼほぼどの国、どの地域でも使ったかな。使わなかったのインドとベトナム、ベトナムも使ったな。使わなかったのインドぐらいですね、本当に。WhatsApp ってこんなに世界中で使われてるものなんだって思ってびっくりしちゃいましたね。メッセージアプリって日本だと LINE が主流だと思うんですけども、LINE ってめちゃくちゃマイナーだったんですね。日本と韓国ぐらいですか？あとタイぐらいですか？LINE が主流なのって。もうそれ以外、どこも WhatsApp でしたね。びっくりしました。もう南米も
もヨーロッパもベトナムの WhatsApp 使いましたしね。世界中回ろうっていう方は WhatsApp アプリは必須級だと思います。で、あとはUber ですね。似たようなアプリで Uber よりも安く行けるっていうアプリはいろいろあると思うんですけど、ただ使える国っていうのが多いので、これは大きいですね。で、Google マップはまず間違いなく必須アプリなんですけど、あと WhatsApp アプリ、WhatsApp と Uber。この3つですね。はい、ということで、今回の動画はちょっと短めになっていると思うんですけども、ほんと簡単にまとめのお話をして、あとは LCC だけで世界一周する意味あるのかっていうところで、そのお話をさせていただきました。今後もまた世界一周の企画とかも考えてはいるんですけども、世界一周以外の旅ももちろんしようと思っておりまして、で次の動画はですね、新シリーズ、世界賭博録と題しまして、サウジアラビアの方に行ってまいります。サウジアラビアでサウジカップっていう世界最高賞金額を誇る競馬のレースがあるんですね。そちらの観戦をしてまいります。ただもちろんそれだけだと、もったいないので、競馬が一番の目的ではあるんですけど、いろいろちゃんと観光します。結構最近、一般の観光客を受け入れ始めたサウジアラビアの方で、いろいろ回ってきますので、お楽しみということで。では次回、サウジアラビアの旅でお会いしましょう。